2026年の春、韓国のある静かな田舎町で起きた話だ。病院の薄暗い個室、夜中の2時を過ぎた頃、一人の老いた女性が、ベッドに横たわる夫の手をそっと握った、震える声で、彼女はこうつぶやいた。あなた、私、あなたのことが好きよ。その瞬間、長年苦しそうだった夫の顔が、ふっと緩んだ。そして、生まれて初めて見るような笑顔で、かすれた声でこう答えた。俺もだよ。たった、それだけの言葉だった。でも、その短い言葉の中に、52年分の時間が、全部詰まっていた。この夫婦は、52年間連れ添いながら、一度も、好きだ、と言い合ったことがなかった。怒ったこともあった。泣いたこともあった。でも、その4文字だけは、ずっと胸の奥にしまったままだった。なぜ、言えなかったのか。なぜ、よりによって最後の夜になってしまったのか。これは、感動的なだけの話じゃない。胸が締め付けられるような、切ない話でもある。あなたの隣に今、大切な人はいるか。その人に、ちゃんと気持ちを伝えているか。この夫婦の物語は、そんなことをそっと問いかけてくる。これは作り話でも、ドラマでもない。韓国の小さな村で、本当にあった実話だ。二人がどんな人生を歩んできたのか。なぜ、52年もの間、その言葉を言えなかったのか。次は、この夫婦が出会った日まで、時計の針を巻き戻してみよう。1974年、韓国の農村地帯に、一組の若い男女がいた。二人の名前は、ヨンスとスンヒ。当時、結婚とは自分で選ぶものではなかった。家と家が話し合い、仲人が間を取り持ち、初めて顔を合わせた日に、すでに縁談は決まっていた。ヨンスは24歳。口数が少なく、感情をほとんど表に出さない男だった。農作業で鍛えられた手は大きく、日焼けした顔にはいつも静かな真剣さがあった。笑うことはあっても、気持ちを言葉にすることは、ほとんどなかった。スンヒは22歳。芯の強い、しっかり者の女性だった。家の仕事を手伝いながら育ち、弱音を吐くことを知らない人間だった。感情を隠すのが当たり前の時代に、当たり前のように生きてきた。二人が初めて会ったのは、見合いの席だった。お互いに目を合わせたのは、ほんの一瞬だけ。言葉はほとんど交わさなかった。それでも、親たちの話し合いはすでに終わっていた。その年の秋、二人は結婚した。愛しているから、ではない。そういう時代だった。そういう場所だった。感情より、義務が先にあった。言葉より、行動が全てだった。好きだ、とも、愛している、とも、誰も言わなかった。言わなくても、伝わるはずだと思っていた。いや、そもそも、そんな言葉が必要だとは、誰も考えていなかったのかもしれない。こうして、52年の歳月が始まった。次は、二人がどんな日々を積み重ねてきたのか、その長い時間の中で、言葉の代わりに何があったのかを見ていこう。二人の暮らしは、静かに始まった。チョン、ドゥヨンとパク、スンジャ、ナコードの手によって結びつけられた。二人の人生が、一つ屋根の下で動き始めた。最初の朝、スンジャは夫より先に起きた。かまどに火を入れ、米を研ぎ、味噌汁を温めた。ドゥヨンは黙って座り、黙って食べ、黙って畑へ出た。言葉はなかった。それが、二人の最初の一日だった。やがて、長男が生まれた。次の年には長女が続いた。家の中は、子供の声で満ちるようになった。それでも夫婦の間に交わされる言葉は、必要最低限のものだけだった。飯はできたか？今日は遅くなる。体の具合はどうだ？そういう言葉だけが、二人の間を行き交った。試練が訪れた。ドゥヨンの父が倒れたのだ。農繁期の真っ只中だった。田植えを控えたその時期に、一家の働き手が病に伏した。スンジャは泣かなかった。嘆かなかった。ただ、袖をまくって田に入った。慣れない土地で、慣れない農作業だった。足が泥にはまり、腰が悲鳴を上げた。それでも彼女は止まらなかった。夜になると義父の傍らで薬を煎じ、夜明け前にはまた田へと向かった。ドゥヨンは、その背中を見ていた。何も言わなかった。礼も言わなかった。ただ、彼女の隣に立ち、黙って桑を振った。言葉ではなく、隣に立つこと。それが、
この夫婦の愛し方だった。52年間、2人はずっとそうして生きてきた。言葉の代わりに行動があり、告白の代わりに日々の積み重ねがあった。しかし、その長い時間にも、やがて終わりが近づく瞬間が訪れる。しかし、時は止まらない。どれだけ願っても、季節は必ず移ろう。2026年の春、ルヨンは激しい咳が続いた。最初は風邪だと思っていた。しかし咳は止まらず、体は日に日に細くなっていった。病院へ行くよ。ヨンスンが何度も勧めた。ルヨンは首を横に振った。畑が忙しい。と、それだけ言った。しかし、ある朝、ルヨンは畑のあぜ道で倒れた。検査の結果は、肺がんだった。しかも、末期だった。医師の言葉を聞いたとき、ヨンスンは何も言えなかった。ただ、膝の上で手を握りしめていた。その手が、かすかに震えていた。病院から帰る車の中、二人は一言も話さなかった。それでも、ヨンスンはルヨンの手を、そっと握った。52年間で、初めてのことだった。ルヨンは窓の外を見ていた。流れる田園風景を、ただ静かに見ていた。その目には、涙はなかった。しかし、どこか遠くを見るような、寂しい光があった。入院が始まると、ヨンスンは毎日病室に通った。朝一番に来て、夜遅くまで旗にいた。何もできないと知りながら、それでも旗を離れなかった。ルヨンが水を欲しがれば、すぐに差し出した。体が痛むと言えば、手で温めた。言葉は少なかった。しかし、その場にいること、ただ、そこにいること、それだけで、二人には十分だった。52年間、ずっとそうしてきたように、言葉の代わりに、存在があった。しかし、どんなに寄り添っていても、どんなに旗にいても、時間だけは、誰にも止められなかった。医師から告げられた余命は、もう長くはなかった。その夜、病室には静寂が広がっていた。窓の外には、春の星がひっそりとしばたいていた。そして、ヨンスンにとって、これが最後の夜になるかもしれないと、ふと思った瞬間、彼女の胸の奥で、52年間眠り続けていた言葉が、静かに目を覚ました。その言葉を口にした夜こそが、この夫婦にとって、最も深く、最も温かく、そして最も幸せな瞬間になったのだった。その言葉が交わされた夜から、チョンウとヨンスンの物語は、新しい光の中で照らし直された。52年。それは、ただ長いというだけではない。喜びも、悲しみも、怒りも、疲れも、すべてをその年月の中に詰め込んで、二人は生きてきたのだった。最も幸せだったのは、いつの頃だっただろう。村の人々に聞けば、きっとこう答えるだろう。あの夫婦が一番輝いていたのは、子供たちが小さかった頃だよ。と、台所から香る味噌の匂い、縁側で干された洗濯物が風にはためく音、子供たちの笑い声が、夕暮れの畑まで届いていたあの頃、チョンウは朝早く家を出て、日が沈む頃に帰ってきた。ヨンスンは何も言わずに、温かい夕飯を用意して待っていた。言葉はなかった。それでも、その沈黙の中に、確かなぬくもりがあった。二人で笑い合った記憶は、数えるほどしかないかもしれない。それでも、笑った瞬間のことは、お互いの胸の奥に、ずっと刻まれていた。しかし、幸せな時間というものは、予告なく終わりを告げる。子供たちが巣立ち、村は少しずつ静かになっていった。そして、チョンウの体が、ゆっくりと、しかし確実に、衰えていったのだった。咳が続くようになったのは、ほんの数ヶ月前のことだった。最初は風邪だと思っていた。しかし、診断の結果は、二人の覚悟をはるかに超えるものだった。幸せだったあの日々が、今になって、より鮮やかに蘇ってくる。それはまるで、終わりが近づいたからこそ、始まりの眩しさが増すようだった。ヨンスンは一人、その記憶を胸に抱きながら、夫の傍らに寄り添い続けた。彼女にとって、それだけが、今できる唯一のことだったのだから。それでも、ヨンスンは倒れなかった。いや、正確に言えば、倒れそうになった夜が、何度もあった。夫の病状が日に日に悪化していく中で、彼女は何度も、全てを投げ出したくなった。ある夜のことだった。病院の廊下で、ヨンスンは一人壁にもたれ、膝から崩れ落ちそうになっていた。
もう限界だと、そう思った。涙さえ出なかった。ただ、胸の奥が、じわりと痛むだけだった。その時、隣に座ってきた人がいた。長女のミジョンだった。何も言わなかった。ただ、母の手をそっと握っただけだった。その温かさが、ヨンスンの体を、静かに支えた。言葉はいらなかった。ただ、隣にいてくれる。それだけで、また立ち上がれた。家族もそうだった。息子たちが交代で病院に来ては、母に無理やり食事を取らせ、仮眠を取るよう促した。誰もが、口には出さなかったが、母を一人にしないようにしていた。ヨンスンはその度に、胸の奥で思っていた。この子たちは、あの人と私が、共に育てた命だと、そう思うと、もう少しだけ、頑張れた。夫のために、子供たちのために、そして、52年間という時間のために、それは義務ではなかった。愛が、形を変えて、彼女の背中を押していたのだった。ヨンスンはまた、夫の病室へと戻っていった。ドアを開けると、夫の目が、ゆっくりと彼女を探した。その視線が、彼女を呼んでいた。そして、その夜、二人の間に、長い沈黙とともに、やがて変化が訪れようとしていた。その夜、ヨンスンは病室の椅子に座ったまま、動けなかった。夫の呼吸は、ゆっくりと、しかし確実に、浅くなっていた。モニターの音だけが、静かに部屋に響いていた。長い沈黙だった。52年間、二人の間には、いつもこういう沈黙があった。言葉がないのではなかった。言葉はいつも胸の奥にあった。ただ、出し方を知らなかった。韓国の田舎で育った世代の夫婦には、愛という言葉を口にする習慣がなかった。感謝も、ねぎらいも、すべて沈黙の中に溶け込ませてきた。それが普通だと思っていた。それで十分だと、自分に言い聞かせてきた。しかし、その夜は違った。夫の手が、かすかに動いた。ヨンスンの手を探すように、シーツの上をゆっくりと滑った。彼女は、その手を、そっと包んだ。暖かかった。それでも、以前よりずっと、軽くなっていた。涙が、止まらなかった。52年分の時間が、その小さな手の中に、すべて詰まっているような気がした。春の田植えも、子供たちの泣き声も、貧しかった冬の夜も、何も言わずに隣に座っていた、あの無数の夜も、全部、この手と一緒に越えてきた。ヨンスンは、唇を震わせた。言葉が、喉の奥から、ゆっくりと上がってきた。52年間、一度も言えなかった言葉が、死という現実が目の前に迫って、初めて、その言葉は外へ出ようとしていた。変化とは、突然やってくるものではない。長い時間をかけて積み重なった感情が、ある一瞬に、堰を切って溢れ出す。その瞬間が、今だった。ヨンスンは、夫の耳元に顔を近づけた。そして、生まれて初めて、その言葉を口にしようとした。ヨンスンの唇が、かすかに震えた。52年間、一度も、言えなかった言葉、恥ずかしかったわけではない。愛していなかったわけでも、ない。ただ、この国の時代と、この村の空気と、この夫婦の間にある静かな習慣が、その言葉をずっと、胸の奥深くに閉じ込めていた。しかし今、その扉が、開こうとしていた。病室には、機械の低い音だけが響いていた。窓の外は、もう深夜だった。子供たちは廊下で眠っていた。二人だけだった。52年ぶりに、本当の意味で、二人きりだった。ヨンスンは、夫の手をもう一度、強く握った。骨張った。その手、田んぼを耕し続けた。その手、雨の日も、雪の日も、一度も休まなかった。その手、彼女は気づいていた。この手が、もうすぐ冷たくなることを。だから、今しか、なかった。あなた、か細い声だった。夫がゆっくりと目を開けた。濁った瞳が、妻の顔を映した。私、あなたのことが、好きです。違う、それじゃない。もう一度、私、あなたを、愛しています。声が、途中で割れた。涙が頬を伝った。52年分の感情が、たった一文の中に、全部詰まっていた。夫は、何も言わなかった。しばらくの間、ただ妻の顔を見つめていた。そして、笑った。生まれて初めて見るような、柔らかい笑顔だった。
シワだらけの口元がゆっくりと動いた。足もそれだけだった。たった3文字。でもその3文字の中に52年間の全てが静かに息づいていた。ヨンスンは声を殺して泣いた。夫の手を両手で包んで額を押し当てて泣き続けた。言葉は遅すぎたかもしれない。でも確かに届いた。チョンギスはその夜が明ける前に言った。ヨンスンの手を握ったまま静かに息を引き取った。病室の窓の外では夜明けの光がゆっくりと山の稜線を染め始めていた。白い光だった。穏やかな白い光だった。葬儀は村の人々が集まって行われた派手なものではなかった。ただ静かで温かい見送りだった。長年の隣人たちが無言でヨンスンの傍らに寄り添った。誰もが知っていた。この夫婦がどれほど不器用に、どれほど懸命に共に生きてきたかを。葬儀が終わってからヨンスンは変わった。少しだけ変わった。息子の嫁にありがとうと言えるようになった。孫娘が遊びに来ると頭を撫でながら可愛いねと小さくつぶやくようになった。言葉が少しずつ外へ出てくるようになった。52年間心の奥に閉じ込めていたものがあの夜を境に少しだけ緩んだのかもしれない。夫の遺影は今の棚に飾られている。白黒写真の中の夫はいつも通り不愛想な顔をしている。でもヨンスンにはわかる。その目の奥に確かに笑っているものがある。朝仏壇に手を合わせるときヨンスンはいつも小声で言う。今日も一人でご飯食べたよ。それだけ言ってまた台所へ戻る。涙はもう流さない。泣き終えたのではない。泣いた分だけ前を向けるようになった。そうヨンスンは思っている。言葉は遅すぎてもいい。伝えたその事実が残る。言葉はいつも間に合わないものかもしれない。52年という時間の中で2人はずっと同じ空気を吸い、同じ飯を食い、同じ夜を越えてきた。それでもあの3文字は最後の夜まで声にならなかった。でもヨンスンは今こう思う。遅かったのではないと。あの言葉は52年分の重さを背負ってやっと口から出てきたのだと。だからこそあの人は笑ってくれた。あなたの周りにもいるかもしれない。ずっと言えずにいる誰かが、ずっと待っている誰かが。今日この話があなたに届いたのはもしかしたら偶然ではないのかもしれない。言葉は遅すぎてもいい。でも明日が必ず来るとは誰にもわからない。今夜あなたの大切な人に一言だけ伝えてみてほしい。その言葉はきっと何年か後に誰かの胸の中で静かに光り続ける。